た石垣にやってまいりました。明日の朝ね、こちらのフェリー与那国の方に乗ってね、与那国島の方に向かいたいと思います。今日、夜はね、石垣島の方にちょっと宿泊しまして、明日の朝8時に受付っていうことなんで、8時にまたこちら来たいと思います。おはようございます。宿の方チェックアウトしました。今からね、フェリー与那国の、チケット買いに港の方に向かいたいと思います。今日の石垣は朝から雨降ってます。与那国も天気悪そうだな。港にやってきました。国境の島与那国、出港準備が進められているフェリー与那国の前にやってきました。まあまあ大きいですね、このフェリー。無事にチケットの方購入完了しました。片道3610円でした。往復ですと6860円。フェリー与那国は毎週火曜日と金曜日に出港。それではね、乗船の方していきたいと思います。共用のデッキにはテーブルが5つあって快適に過ごせそうですね。客室内超立派な作りしてる。個室っぽくなってるテレビが見れる部屋もあります。ベッド付きの洋室は4スペースほどあるそうです。ドミトリーっぽい感じのベッドが4つですね。船内こんな感じになってます。自販機も2つあります。なんとフェリー与那国はゲロ船という別名があるようにオート専用の流し台があります。トイレも船なのにゴージャスな作りで快適そうです。なんとゲロ用のビニール袋まで置いてある。こうやってテレビ見ながらゴロ寝できる部屋が3部屋ほど。すでに船内揺れてるんですが、こういう椅子のフリースペースもあります。現在のマップですねのモニターもあります。広々とした展望デッキはこんな感じ。船の先端部分はこんな感じ。今日は波が 1.5 らしいんですけど、あんまり自分は揺れに強くないんで、今日耐えられるかちょっとマジで心配です。船に Wi-Fi とかは特にありません。船酔いしそうな人はこうやって寝てた方が船酔いしにくいと思います。定刻通り10時に出港しました。離島行きのフェリーとすれ違ってます。前回の動画の竹富島ですね。海もだんだん濃い青になってきましたね。イカもやもやするな。与那国島が近づいてきました。石垣から4時間かけて定刻通り与那国島の久部良港に到着しました。いや本当に途中気持ち悪かったですけど、ノーゲロでなんとか到着しました。与那国島にノーゲロで無事上陸できました。5人のドミトリー部屋の俺の部屋はこちらの。与那国島明日は天気悪いそうなんで、今からレンタルバイク借りて島一周回れるといいけどな。今日俺がバイクを借りるのはこちら、与那国ホンダさんです。今回の相棒はホンダのタクトでした。それじゃあ今日も安全運転で行ってきます。宿近くの南田浜にやってきました。今日ね曇ってるんですけど、海青く見て本当良かったです。こじんまりとしたね海岸なんですけど、海水浴もできるような感じの海岸じゃないでしょうか。うわー天気悪かったんですけど、ちょっと晴れ間出てきてよかった。やっぱり際まで来ると海の透明感は半端ないですね。こんな集落の近くにこんな綺麗な海岸あったらすごいいいよね。続いてはプライベート感満載の四畳半ビーチに来ました。うおーいいねここ。下がちょっと岩あるから泳ぐのは気をつけた方がいいかも。四畳半っていうのは多分この浜の広さのことを言ってるんでしょう。確かにプライベート感あっていいわ。6畳ビーチにやってきました。うわこんな崖の下にあるんだな。よしちょっと頑張って降りてみよう。わーお、途中からの眺めも絶景。6畳ビーチはこんな崖を降りてくるから上がる時も足滑らすと危ないんで気をつけてください。6畳ビーチ、さっきの4畳半よりはほんと広いけど
ここもプライベートがあっていいね。足元ちょっと石ゴツゴツしてるから足怪我しないように気をつけないとね。水は抜群に綺麗です。テキサスゲートというこういう馬が逃げないような仕組みになってます。東牧場にやってきました。こういうね野生で野に放たれた馬たちがたくさんいるんですよね。おかげで道端にはっていうのがたくさんあります。こうやってね自由に草を食べてます。東崎と書いて上がり崎灯台の方にやってきました。北側の海岸線が一望できますね。天気良かったら最高だろうね。与那国馬と絶景の景色。与那国馬にこんなに接近できちゃうなんて与那国ならではですよね。軍艦岩の展望台にやってきました。本当だ、軍艦の形してる。すごい。海もめっちゃ青いね。遠くですけどたてがみ岩が見える展望台にやってきました。ちょっと走ったらたてがみ岩正面で見える場所あったわ。うわー、めっちゃ正面に見える。ここ絶景だね。下の青い海が最高に綺麗。ドクターコトー診療所にやってきました。目の前はねさっき言った氷川浜があります。志木那島診療所。病気じゃないですけど入っていこうと思います。入館料は大人300円。診療所内は受付など診察室リアルに再現されています。これがドラマのセットで使われてるなんてむちゃくちゃリアルなんだけど。事務室からは氷川浜が一望できる。絶景だね。病室もリアルに再現。こちらは入り口入ってすぐの待合所。いやー、いつか来たいってね思ってたドクターコトー診療所に来れてよかったです。氷川浜展望台から見た方がめちゃめちゃ海の青さ際立って綺麗だな。氷川集落にある氷川幼稚園と氷川小学校。芝生の広い校庭が自由でいい感じ。こちらが小学校の校舎になります。なんと道端にヤギさんが放し飼い。与那国島って車エビ養殖してるんですね。片古浜にやってきました。海岸線ねちょっとゴミが多いんで綺麗な海岸とは言いませんけど、片古浜近くの岩礁帯波結構荒いね。片古浜ね、なんか自衛隊の基地が増設されるとかされないとかで今住民の方と結構話し合いになってるみたいです。本当に自然をね壊さないようにはやってほしいんですけど、国を守るっていうところも大事ですし、これはもう本当にしっかり話し合って解決してほしい問題ですね。南牧場手前の海岸線の景色はこんな感じ。何もないっちゃ何もないんですけど、なんか風景いいんだよね。通り沿いにはこういう岩礁帯の絶景がたくさんあります。与那国馬がいる与那国島、ほんと素敵ですね。何やら南国らしい植物もたくさんあっていい通りです。ちょっと風強いですけど与那国島の南側の岩礁帯の海岸沿いです。めちゃくちゃ綺麗。断崖絶壁。今日は海がちょっと怒ってるようですが色はすんごい綺麗で青いです。しかし君たちずっと草食べてるけどいつまで食べてるんだい。日本最西端の西崎と書いて入崎灯台に到着しました。いやー、やっと来れました。日本最西端の地にやってきたぜ。日本最西端からチャンネル登録お願いします。海の様子はこんな感じです。やっぱ一体岩礁帯になってるんですね、この与那国島っていうのは。天気がいいとこちら方向に台湾が見えるそうです。ナーマ浜にやってきました。ここのビーチは多分地元民に愛されてるんでしょうね。トイレと足の洗い場、海水浴をしている人もいました。海青いね、綺麗ね。先ほどのフェリー乗り場からすごい近い場所にある海水浴場ですね。せっかくなんで海ちょっと入ってみましょう。気持ちいいね。まあまあ冷たいわ。
でも20度ぐらいはあるかな。久部良港にやってきました。今日乗ってきたね、フェリー与那国が停泊中ですね。日本最西端の信号のある交差点はこちらになりますね。最西端からほど近い与那国島の日本最後の夕日が見える丘にやってきました。さすがに今日は夕日見れないと思うんで、もう宿帰ります。日本最後の夕日が見える丘のすぐ横に久部良針という岩の割れ目ですね、大きい。こういうところもありました。岩の横にね、この芝生があるっていうね、この景色と海、これがマッチしてめちゃくちゃいい景色なんですよね。すごい。久部良針のところ、下の地層がめちゃはっきり見える。岩もね、こういうなんか段々になってて、歴史を感じますよね、少しやっぱり。こちらは久部良小学校、久部良中学校です。校庭がむちゃくちゃ広いんだけど、岩がゴツゴツな段ヌ浜っていうところにやってきました。ここも人はいないですけど、プライベートビーチっぽくてめっちゃいいですけどね。ちょっとでも波荒いかな、南側は。ここの砂浜、砂が細かくてすごい歩きやすくて綺麗かも。与那国空港の滑走路が一望できる空港横にある北牧場にやってきています。ここにもね、与那国馬がいて、360度。もうこの芝生の景色。のどかです。馬花崎にやってきました。すごいブルーの海。そして、見応えのあるこの隆起した海岸線の岩たち。絶景ですね。北牧場を抜けて、ちょっと歩きましたけど、北海がありました。ここは絶景です。与那国郵便局は蘇内集落の中にあります。島でね ATM があるの多分ここだけだと思うんで貴重だと思います。宿近くの売店崎原商店で酒仕入れて宿帰ります。今からね飯食いに行きたいと思います。今日俺はここで飯食ってきます。女州長。与那国来て1杯目はオリオンビールの生いただきます。お刺身の2点盛り、カジキとイカの方やってきました。カジキからこのカジキねっとりしてて木肌みたいな食感でうまいわ。このイカもコリコリで甘みあってすげえうめえわ。お次は島豆腐やってきました。この豆腐大豆の旨味半端ないんだけど。3品目はゴーヤチャンプルー。こんな極厚なの初めてなんだけど。ゴーヤめっちゃ苦そうかなって思ったんだけど、そうでもなかった。食べやすい。2杯目食べました。3杯目はドナンの1号いただきました。締めはイカスミジューシーというイカスミのねおかゆの方いただきました。もう腹爆発しそう。ごちそうさまでした。いやー腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。無事に宿の方帰ってきました。夜遅くまでみんなユンタクしてました。
おはようございます。宿を出ました。今からね、ちょっと早朝、日中ちょっと雨降りそうなんですけど、ビーチの方行ってね、ちょっと今のうちに散策の方ちょっとしていきたいと思います。マンホールも日本最西端、蘇内港の方にやってきました。こういう橋があるんですね。すごい。めちゃめちゃ綺麗、海。蘇内港近くにある三条ビーチにやってきました。ビーチではないな、ここは。リアルドクターことの与那国診療所です。島でも病院って少ないと思うんで、ここ貴重なんじゃないですかね。島の人口約1700人の与那国町役場にやってきました。救急車や消防車の置き場所も一緒になってるんですね。島の中心の産業である農業を支える JA 沖縄与那国支局。こちらが与那国島の伝統工芸館の前です。竹富でもあったけど、やっぱり織物ってどこでも盛んなんだね、結構。都内集落からだったらどっからでも見えるこの青い建物、崎原商店さんで朝飯買いに行こう。朝からやってるお店はないんで、おにぎり、唐揚げ、ソーセージ、それに体を気遣って野菜ジュースですね。フェスタさんの屋上で飯食います。海が見えて気持ちいいね。よーし、じゃあ今日もね、天気のいいうちにね、ちょっと回っていきたいと思います。道の至るところにこういう石岩島って書いた表札があるんだけど、これどういう意味か知ってる人コメントで教えて。こちらが与那国小学校と与那国幼稚園。小学校と幼稚園一緒になってるとこ多いんですね。ちょっと奥に行くと与那国中学校が。こんなとこに牛さんがいる。与那国島ね、今4月24日なんですけど、朝顔がところどころ咲いたりしてます。場所はのどかなんですけど、行き先までは全然のどかじゃありません。ちょっと工場見学させてもらう土南酒造さんに到着しました。米。お米です。タイ米を、青森はタイ米を使ってるんですけど。はい。すごい細長い。はい。昔米難民になった時のタイ米ですね。そうですね。この国の備蓄米上の蒸し器。はい。こちらの方にこういう黒い麹っていうのは、はい、これはもう麹混ざってる状態ですか？そうですね。で、これをここで発酵させる。はい。80度ぐらいの温度ぐらいではもうお酒アルコールが抜けてきますんで。はいはいはい。すごいね、工場の方が丁寧に説明してくれて、約10分ぐらいですかね。ね、工場の方回れました。なんでも与那国島特有の巨大なガ、アヤミハビルっていう種類のガがこちら生きてるままいるらしいんで、ちょっと見学の方をね、していきたいと思います。与那国山は沖縄の天然記念物に指定されているそうです。今では与那国山、昔の方言でアヤミハビル、リアル与那国山の幼虫と向こうに卵が見えるかな。最近本物の与那国さんが孵化したそうで、こちらにオス、こちらがメスかな。昆虫好きな人はね、すごい楽しいと思います。カメとかね、ヘビとかホタルとか、あとは与那国の情報などいっぱい情報満載でした。そろそろね、昼時間だったんで飯食いに行きたいと思います。手作りパン&カフェのパネスさん。与那国島では珍しいおしゃれな店内ですね。沖縄そばやってきました。紫の花のアザミっていう花の葉をすり込んだ麺を使われた沖縄そばだそうです。麺がちょっと平打ちっぽくなって色もちょっとやっぱ変わってんね。スープは今日はカジキで取っただし汁みたい。お味噌仕立てになっててめっちゃうめえこれ。普通のね八重山そばほど粉っぽくなくて、これも食べやすくてうめえわ。中にはカジキの身もゴロゴロしてます。カジキってなんかほぼマグロみたいな味するわ。ほんと美味しいこれ。これは多分魚のすり身かな。
いやー、パネスさんの沖縄そば、カジキの出汁聞いてて飲み干すうまさった。パネスさんの沖縄そばマジうまかった。ごちそうさまでした。雨が降ってきそうだったんで宿で編集頑張ります。いやー、編集宿でちょっと頑張りましたんでね、これから夜飯食いに行きたいと思います。リリ与那国交流館は与那国島のね暮らしや文化などを知るには最高の交流館です。今日の夜飯は居酒屋ドゥグイワリさん。女性2人で切り盛りする与那国らしからぬおしゃれな店内。オーダーとお会計は QR からする仕組みになってます。まずは1杯目、オリオンビールの生。とりあえずでやってきたのは初の黒胡椒焼き。初なんだけど見た目硬そうに見えてめちゃくちゃ中柔らかい。胡椒もスパイシーでしっかり効いてビールが進む味だわ。次は川エビの唐揚げやってきました。この川エビサックサクで中もジューシーだし、エビの香り高くてめっちゃうめえわこれ。レイボーの刺し盛りやってきました。こちらがサワラ、シビカツオ、シビマグロ、こちらがカジキに後ろがカツオの2種ですね。続いて与那国に来てハマってるカジキ。シビマグロいただきます。カツオいただきます。なんこれ弾力やばいんだけど、カツオ無難にうまい。泡盛を飲み比べってことで与那国、今日行ったドナン、そして羽越、こちらはなんかお水が礼文島から取り寄せたお水で醸造されてるようです。じゃあまずはやっぱり思い入れがあるドナンからっていうことでいただきます。ロックだから効くね。お次はね与那国行きます。羽越でいただきます。飲みやすい。羽越。さすがに30度の青森ロックは効くぜ。レモンチューハイいただきます。いつもの味だ。ちょっとね体を気遣ってアボカドとトマトのサラダいただきました。このね上にかかってるごぼうチップもめっちゃうめえこれ。続いてはカジキの唐揚げいただきました。肉厚だなこれ、うまそう。うわっつこれ。うめえ。うまっ。脂身があるのはねこういうヒレの部分だよねやっぱり。うまっ。レモンチューハイやっぱ麺でおかわりいただきました。
レモンチューハイを3杯目いただきました。つまみにフライドポテトをいただきました。いやー、ドゥグイワリさん美味しかった。ごちそうさまでした。たまにある街灯を頼りに宿に帰っていきます。おはようございます。与那国3日目の朝ですかね。朝飯会にね、崎原商店行こうと思います。いや、最悪ですね。昨日まで普通にキャッシュレス使えたんですけど、なんか使えないおばちゃんしかいないから使えないって言われて朝飯食えずでした与那国空港に到着しました。タクシー乗り場っていうのはこうやってあるんですけど、そもそもタクシーがいないです。与那国空港、非常にこじんまりとした空港で、横幅どうでしょうか。もう200メーターとかそのぐらいじゃないでしょうかね。与那国空港にはね、こういう無料バスが走っていますので、こういうのを利用して島内を移動するのがいいと思います。空港内は2カ所のトイレとレンタカー屋さん、そして売店が3店ほど。空港脇に喫煙所って書いてあるところ登ってくると、こういうね、滑走路が見える場所にやってこれます。飛行機が那覇から到着しました。歩いて乗る空港久しぶり。琉球コミューター久しぶりに乗ったけど、シートピッチバッチリ広いですね。シートは2列2列で、まあ小型コンパクト。空港の職員の方が何かメッセージ出してくれてます。ご搭乗アラーグフガラッサマタンシーワリーよ、また来てねってことでしょうかね。バイバイ与那国島、また来るぜ。石垣島まもなく着陸ですね。わずか30分で石垣空港に到着です。それではここからは、おまけ番外編になりますけど、石垣島編どうぞ最後までご視聴ください。一旦ね、宿の方荷物を置いてチェックインの方していきたいと思います。ホステルサンテラス石垣さん、編集の方ねちょっと頑張って腹減ってきたんで夜飯食いに行きたいと思います。宿から歩いて30分かけてやってきました。英子鮮魚店に行ってみたいと思います。まずは1杯目生からいただきます。刺身の盛り合わせきました。なんとこれで500円。カツオいただきます。こんな皮目のついたカツオ食べるの初めて。うまいわ。もうめんどくさいんで、もうメガ生頼みました。島唐辛子餃子やってきました。3杯目は制服のソーダ割り自作でいただきます。石垣さんの魚フライ来ました。私なんか500円。安続いてグルクンの唐揚げいただきます。本当はやわらかい。白身でこんだけ身がふかふかなのなかなかないからうまい。いっぱい行って、はい、あえて一生懸命するべきだと思います。あ、僕もそう思います。でね、大変なことがあったらもう一生懸命手を挙げるべきです。いやー、栄光の鮮魚店さん美味しかったです。ごちそうさまでした。
わかんないです。わかんないですよね。市内に行く路線バスは東運輸さんとカリー観光さんがあるんですけど、カリー観光さんの、バスは離島ターミナル直行便しかないので、途中で降りたい人は気をつけてください。宮原西に到着しました。八重山の方に来ると必ずお世話になる清福酒造さんの蔵元にやってきました。あと43度があるので。43なんですね。あ、全然違うっすね。古酒と普通のやつを混ぜたやつ。ああ、イムゲー。はいはい。イムゲー。芋って意味ですか？そうです。ああ、全然嫌いじゃないかも。すごい。柚子と梅で。これは飲みやすそうですね。ああ、もうジュース感覚。めっちゃ梅の香りいい。たくさんの青森が直販されてるんだ。9割がタイ米なんですが、1割が日本のお米を使って作っています。基本米がいくつかあるんですけれども、はい。1日目、まず一番最初ですね、こちらに2トンのお米を、青森の定義というのが、はい、お米が使われているかということと、あと黒麹が入っているかということが、お部屋なんですけれども、ここのベルトコンベヤーとかね、温度じゃないんです、こっちは。もう太陽の質が違うんですよ。入れていって、ここからアルコール発酵をさせていく。私たちが使っております蒸留機が2種類ございまして、はい、常圧蒸留機と直火釜蒸留機。めっちゃ親切丁寧にね、工場見学案内してもらいました。時間あればね、ぜひ、石垣空港行く途中にありますのでね、皆さん寄ってみてください。いやー、腹減りました。歩いて途中に白穂食堂さんですかね、こちら寄ってみたいと思います。石垣島ビールからいただきます。石垣島ビール初めて飲んだけど、そんなに苦味もなくてフルーティーな感じでうめえわ。白穂食堂の白身フライ定食がやってきました。すげえタワーになってる。シンプルなタラの白身フライ。いやー、すごいボリューム感でした。ごちそうさまでした。白穂海岸にやってきました。ここの海岸はね、空港で飛行機から真下にこうサンゴ帯広がってる地域が見えるんですけど、青い海のそのよく見かける場所ですね。いやー、白穂海岸行ったらね、ちょっと時間なくなってしまったんで、またちょっと前回のように乗り遅れたらやばいんで、ちょっと早めにね着くようにバスで移動していきたいと思います。今回の与那国島編はここまで。2日とあと半日ぐらい与那国島にいましたけど、本当にね、もう自然豊かあふれる、島で、もうね絶景もたくさん見れましたし、食べ物もね、与那国産のお酒だったりの見学だったりとか、あとは沖縄ならではのね料理とかもすごいたくさん堪能できたんで、本当に良かったです。飲食店とかもね、結構やっぱり予約できないっていうのが、土日とかだったら多分あると思うんですけど、普通の平日とかだったら多分当日とかで予約していけば全然行ける範囲じゃないかなと思って、皆さんも飛行機に乗ってね、石垣那覇からシュッと1時間以内で来れますので、来てみてはいかがでしょうか。日本最西端の街はまた異国っぽいね気候でね、ものすごい楽しかったです。次回の旅をお楽しみに。トムのグルメ旅は一人旅専門チャンネル。少しでも参考になったという方、グッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。